どうもこんにちは、須藤です。今日はハットジェムの話をします。私はクリアコードという会社の社長をやってて、クリアコードという会社は Ruby 会員2020のシルバースポンサーになっています。で、Ruby 関係では今日お話しするもの絡みでは、レイコンパイラーというハットジェムを作るためのジェムのメンテナンスをしています。あとは、ハットジェムをたくさん使ってた RubyGrom というプロジェクトのメンテナンスもしています。で、DotGem というのをどういうものなのか最初に説明します。で、DotGem というのは、ビルド済みのバイナリーが入っているジェムのことです。で、どうして DotGem が必要になったかというのの背景を説明します。で、Ruby には拡張ライブラリーという C の API を使って実装された Ruby のライブラリーがあるんですけれども、それのビルドが難しいからですね、そのビルドを難しいという問題を解決するために FATGEM という仕組みが生まれました。FATGEM というのは、もうビルド済みのバイナリーが入っているジェムのことで、これを単にコピーするだけでインストールが完了するというものです。で、どうして拡張ライブラリーのビルドが難しいかというと、拡張ライブラリーの多くは、C で書かれてたり、C で書かれていることが多いんですけども、そうすると Ruby の環境だけではなくて C の環境だったり、メイクですね、MKMF という Ruby のライブラリーがあるんですけども、標準のライブラリーがあるんですけども、それを多くの場合は使うことになるんですけども、それを使うと、メイクが必要になるとか、そんな感じでビルドする環境を各ユーザーが用意しなきゃいけないっていうのがまずハードルが高かったです。でさらに、拡張ライブラリーが他の外部のライブラリーを必要とする場合は、その外部のライブラリーも追加で用意しないといけないので、さらに、ビルドが難しくなっていました。で、FATGEM を使うとどうなるかというと、ユーザーはビルドする環境を用意しなくても良くなります。なので、そもそもビルド環境を整えるので、くじけたっていうことがなくなります。あと、インストールも失敗しなくなります。っていうのは、すでに事前にビルドしたバイナリーをコピーするだけになるので、インストールは基本的に失敗しません。なので、FATGEM を使うと、すごくハッピーになりそうな気がしますよね。で実際ハッピーだった出来もあるんですけども、現状はそうじゃないことも増えてきたので、そこら辺を紹介します。で、私は長いことFATGEMをメンテナンスしてきたんですけども、今の思いとしては、便利な時期、助かった時期があったんですけども、今はもうFATGEMにさよならしてもいい時期になったなと思ってます。で、FATGEMの問題がいくつかあるので紹介します。まず一つ目ですけども、最新の Ruby をすぐに使えないっていうことですね。Ruby は毎年1回クリスマスの頃にリリースされるんですけども、この最新の Ruby を FATGEM で使うためには、この最新の Ruby 用にビルドされた FATGEM がリリースされてないといけないんですね。で、各ユーザーは、自分が使っている FATGEM すべてが最新の Ruby に対応してくれないと、自分が使っている Ruby をアップグレードすることができません。で、FATGEM をメンテナンスしている側からの感覚では、その Ruby がクリスマスに新しいバージョンをリリースしたからといって、必ずしも全てのジェムを新しい Ruby に対応したものとしてリリースするのは、すぐにはできないことが多いです。例えばお正月明けるまで待ってよとか、そういうこともあっても不思議じゃないという気持ちになります。なので、すべてのFATGEMが最新の Ruby に対応しないとユーザーは最新の Ruby 使えないわけなんですけども、それまでに例えば数ヶ月タイムラグが出るっていうことはしょうがないでしょうという気持ちになります。違う問題もあって、脆弱性の対応が遅れがちになります。
どういうことかっていうと、拡張ライブラリーの中には、バインディングと呼ばれている、外部のライブラリーを使うための拡張ライブラリーがあります。これで発生するケースなんですけども、FATGEM には必要なもの全部ビルド済みのバイナリーが入っている必要があります。なので、バインディングの、バイナリーだけではなくて、外部のライブラリーのバイナリーも入っています。でこの外部のライブラリーに脆弱性が見つかった場合は、それを直したバージョンをまたビルドして、FATGEM リリースする必要があるんですね。ですけども、それもすぐにできるとは限らないわけですね。脆弱性の情報は、非常に、センシティブに扱うべき情報なので、この外部のライブラリーが必ずしも全てのバインディング開発している人たちに、この日にこういう問題をリリースしますっていうのを、軽々しく情報共有できるもんでもないんですね。なので、バインディング開発している人は、外部のライブラリーがリリースされて、初めて脆弱性があったことを知るということも、十分起こり得るんですね。それから初めてその脆弱性対応を始めることになるので、絶対というかタイムラグが出てしまうのはしょうがないっていう気持ちになります。あと自分メンテナンスしている側からすると。他にも問題があって、ユーザーがどの外部のライブラリーのバージョンを使うのかコントロールできないです。これもバインディング特有のケースなんですけども、バインディング、FATGEM を作る、FATGEM を作るときは、どれかたくさんの、外部のライブラリーに対応した FATGEM をたくさん作るのではなくて、どれか一つのバージョンに絞って FATGEM を作っていることが多いんですね。なので、メンテナーが、ちょっと古いバージョンを選び続けてた場合は、ユーザーは新しいバージョンを使えないってことも発生し得ます。で、新しいバージョンではこの問題が治っているのに、FATGEM にバンドルされているバイナリーでは、ちょっと古いバージョンになっているみたいな時は、ユーザーはその自分が必要な修正を取り込むことができなくなります。次の問題は、リクワイアが遅くなるという問題です。FATGEM のリクワイアは、こんな感じのコードになるんですけども、これは何をなります。で、何をしているかというと、最初に FATGEM 用のビルド済みバイナリーがあればそれを読み込んで、なかったら自分でビルドしたバイナリーを読み込むっていう感じになっています。で、これがなぜ遅くなるかっていうと、FATGEM を使わない環境では、必ず最初のリクワイアが失敗するんですね。その FATGEM をビルド済みのバイナリーをリクワイアするっていうリクワイアが失敗するんですね。FATGEM は、ビルド環境をユーザーが用意するのが難しい環境向けに提供されていることがほとんどなので、大体は Windows 用だけに FATGEM が提供されています。なので、FATGEM が提供されてない普通の GEM を使うような GNU/Linux とか MacOS とか、そういうような環境では、FATGEM 用の理解は必ず失敗するんですね。でそういうケース、そういう環境、Windows 以外の環境でさらにロードパス内にたくさんのパスがあるようなケースでは、この最初のリクワイアが失敗するまでの時間が結構バカにならなくなります。で、この IO コンソールに報告されているケースでは、Ruby on Rails のアプリケーションでたくさんのロードパスがあると、0.1秒1個のリクワイア失敗するのにかかるケースがあるというのが報告されています。でこれ FATGEM1 個ごとに 0.1 秒遅くなので、例えば10個使ってたら1秒起動時間遅くなるってことになって、体感できるぐらい遅くなるってことですね。次の FATGEM の問題は、FATGEM 自体のリリースが忘れられることがあるっていう問題です。普通の GEM のリリースは割と簡単なんですね。バンドラーとかが GEM をリリースする用のライブラリーを提供しているので、数秒でレイクリリースって言ったら数秒で終わることもザラです。
ただ、FATGEM のリリースはそんなに簡単じゃなくて、私が開発に関わっているそのレイコンパイラーとか、それを使ったレイコンパイラードックとかを使うと、簡単にはなるんですけれども、それでも数秒で終わるものではないです。ビルドしなきゃいけないので、数分かかったりっていうことも、普通です。で、FATGEM をメンテナンスしてた人の視点で言うと、これが FATGEM のリリースがすごくめんどくさいので、新しいバージョンをリリースしたくなくなるんですね、だんだん。で Ruby GNOME の場合だと、10個以上関連するジェムがあって、そうすると何十分もFATGEM を作ってリリースまでに時間かかるっていうのはザラだったんですね。でこれは順調にいった場合なんですけど、うまく順調にいかないことがほとんどなので、大体は数時間とか数日かけてリリースしてました。でそうするとだんだんリリースが億劫になってくるわけですね。で、FATGEM と普通のジェム両方メンテナンス、FATGEM 対応のジェムと普通のジェムだけリリースしてるやつ、ジェムを、両方メンテナンスしてると、そもそも FATGEM をリリースすること自体忘れてしまいます。その、ジェムによってリリース手順が変わってしまうのでですね。例えば IO コンソールは 0.4.8 でリリース、リリース忘れちゃってました。でもこれはしょうがないなっていう気持ちになります。そのジェムメンテナンスしてる人から見ると。あとはメンテナンスコストが高くなるのが問題です。特にバインディングのアップジムを提供しているケースなんですけども、通常はクロスコンパイルしてアットジムを作ることになります。その Windows 用のバイナリーを Linux 環境でビルドして作るっていうような感じになります。で多くの外部のライブラリーは、普段はクロスコンパイルはしてないんですね。なので、外部のライブラリーも、ビルド済みバイナリーとして提供する必要があるので、この FATGEM を作るときにクロスコンパイルすることになるんですけども、その外部のライブラリーがアップグレードすると、何かしら問題が見つかることが多いです。で、私が見てた RubyGrom ってやつだと、10個以上外部のライブラリーがあるので、そういうのをアップグレード、バージョン上げると、だいたい数個は必ずビルドが失敗することがあって、毎回バージョン上げてリリースするたびに、外部のライブラリに対して、それぞれパッチを送ってっていうことをやってました。そういうのも含めて、数時間とか数日かかってリリースしてました。なので、メンテナンスコストが高くなるなというふうに感じてました。で、これらの問題を解決するには、FATGEMをやめるのがいいんじゃないかというのが今日の私の提案です。でそもそも FATGEM が必要だった理由というのは、ユーザーがビルド環境を持ってないので、その環境を用意するっていうのは、ユーザーにとって負担が大きくインストールの敷居を下げるっていう、敷居が高くなってしまうっていうことが原因、理由でした。で、この状況に当てはまるのは主に Windows ユーザーだったんですけども、最近の Windows ユーザーのビルド環境は変わってます。で、Ruby Installer for Windows っていうのを使って Windows 環境に Ruby インストールしている人たちがほとんどだと思うんですけれども、Windows 環境ではこれを使っている人がほとんどのはずなんですね。で、そうじゃない人もいるのは知ってるんですけども、大多数はこれを使っているはずで。で、これの作りが変わってですね、Ruby 2.4に対応したバージョンからほぼデフォルトでビルド環境を提供するようになったんですね。で現在、その Ruby 2.3が数年前にサポート終了してて、2.4もサポート終了してますけども、なので、今はその2.4以降の Ruby インストーラーを使った Ruby インストールした人がほとんどのはずなんですね。ということは、ほとんどの Ruby ユーザーはビルド環境を持っていると言っていい状況になっているんですね、現在では。で、Ruby GNOME は、おととし、2018年から FATGEM の提供をやめました。で、これによって、そのインストール失敗しますっていう種が増えてるかっていうと、別にそういうことはないんですね。なので、FATGEM はそもそもインストールを簡単にするためにっていうことだったんですけど、FATGEM をやめても
インストールが難しくなってないってことが、確認できています。じゃあどういうふうにして FATGEM のこれまで紹介した問題を解決してきたかされるのかっていうのを紹介します。でまず Ruby の最新版すぐに使えない問題なんですけども、新しい Ruby リリースされても、自分の方は特に何もリリースする必要はないんですね。Ruby が C の API が変わらない限り。でもし Ruby の C の API が変わるとしても、最近は CI でいろんなそのリリース前の Ruby だったり、プレビュー版の Ruby を簡単に使える環境が整ってきているので、リリース前に新しい Ruby での、C のAPI の変更を検知して、事前にリリースしておく。Ruby のリリース前にGEM をリリースしておくっていう対策もできるようになりました。なので、リリースされた後に慌てて、対応しなきゃいけないっていうことはしなくてもよくなくてもいいような開発スタイルを選びやすくなっています。あとは脆弱性に関する問題も解決できます。これは主にバインディングのゲームのケースなんですけども、従来、FATGEM を使っている場合は、そのバインディングが依存しているライブラリー、外部のライブラリーも一緒にビルドしなきゃいけなかったんですけども、FATGEM にしなくなると、システムにインストールされている外部ライブラリを使うことになります。でここはそのパッケージングシステムが管理していることが多いはずなので、そちら側で脆弱性を対応してくれれば、ゲームのメンテナンスしている人は何もしなくてもよくなります。で多くの場合、その各 FATGEM をメンテナンスしている人たちよりも、パッケージシステムのメンテナンスしている人の方が多いはずなので、対応は早くなります。でユーザーも嬉しいし、FATGEM でメンテナンスしている人のコストも下がるので、どちらも嬉しい、ユーザーも嬉しいはずですね。あとはユーザーが外部のライブラリーのバージョンをコントロールできない問題も解決できます。パッケージシステムが最新のバージョンを提供し続けるポリシーのやつであれば、それ使えば常に最新のものを使えるようになります。そうじゃない場合でも、今ユーザーが好きなバージョンをインストールして使うっていうこともできるようになります。リスクワイヤーも遅くならないです。というのは、FATGEM があるっていう前提がなくなるので、一回 FATGEM をトライして、普通の GEM インストール用のリクワイヤーに行くってこと、するってことはしなくてよくなるので、単にリクワイヤーするだけで失敗しないので遅くならないです。で、リックデシマルというゲームをFATGEM やめたんですけども、それはこれが理由です。あとはメンテナンスしやすくなります。そもそも FATGEM をリリースする作業がなくなるので、FATGEM をリリースし忘れるということもなくなります。あと、クロスコンパイルもしなくてよくなるので、レイコンパイラーとか、クロスコンパイルをサポートするようなライブラリを使う必要もなくなりますし、メンテナーがそもそも、このクロスコンパイル周りので使ってた時間を使わなくてもよくなります。FATGEM をやめると、これまで説明してきたような問題、FATGEM の問題を全て解決できます。でさらに、各ユーザーの環境ごとに最適化して後続にするみたいなアプローチもできるようになります。とで、FATGEM をやめるとハッピーになりそうですね。必ずしもそうじゃないケースもあるので、そこら辺を考察します。FATGEM をやめた時の問題の一つ目は、インストール時間が長くなることです。FATGEM は、メンテナーがそのインストール時間が長くなる分を受け持ってくれてた、事前にビルドしてくれてたので、遅くならなかったんですけども、各ユーザーがビルドすることになるので、ビルドする分、インストール時間が長くなります。これ、拡張ライブラリーのサイズ次第なんですけども、小さいものだと、あまり気にならないと思います。大きいやつだと、ちょっと体感して時間かかるなっていうのがわかるはずです。これの解決方法はちょっとないですね。どうするといいんでしょうね。あとは、次の問題はインストールに失敗することがあります。主にバインディングのケースなんですけども、バインディングは外部のライブラリーに依存するので、そのバインディングだけで解決しないんですね。
なので、事前に外部のライブラリがインストールされてないと、Gem インストールが失敗します。例えば RMagic をインストールするためには、イメージマジックもないといけないので、イメージマジックもない状態で Gem インストールすると、RMagic のインストールが失敗します。これも解決方法ですけども、外部のライブラリを自動でインストールすると解決できます。Reinstaller for Windows はこの仕組みを持っててですね、Gem のメタデータに、事前にこの外部ライブラリを入っているパッケージをインストールしてねと書いておくと、Gem インストールしたときに勝手にインストールしてくれます。なので、これが入っていれば、依存ライブラリが足りなくてインストール失敗ということはなくなります。で、それ以外のケースでは、ように、ネイティブパッケージインストーラーっていうゲームを私が作ってます。で、これと、PKG コンフィグとか、システムにパッケージがあるかっていうのを確認する機能を使えば、パッケージがなかったら、システムのパッケージングシステムを使って必要なパッケージをインストールするっていうことがこんな感じで書けるようになります。これは EXTCONFRB とか、に書くのを想定している、ライブラリーです。他の問題は、バンドラーがうまく依存関係を解決できないことがあるっていう問題があります。で、これは Rails に報告されたケースなんですけども、バンドラーが間違った依存情報を使って、その FATGEM にある依存情報を使ってしまって、うまくバンドラーアップデートできないようなケースがあります。で、この時はこんな感じのエラーになるんですけども、どういうことかっていうのは細かくなるので省略します。で、これの解決方法ですけども、直しておきました、私が。で、こんな感じで私は問題見つかったら問題があるところを回避策で回避するんではなくて、問題があったところで直すっていうようなスタイルで開発してるんですけども、もしこういうふうな問題があったら、問題があったところをちゃんと直すっていうのが好きな人は、クリアコードっていういい会社があるので、そこで働くのを検討するといいと思います。仕事でもこういう進め方ができるようになります。で、これはバンドラー2.2、この修正はバンドラー 2.2.0 以降で使えるはずなので、それがリリースされたら、特に何もしなくても、新しいバンドラーを使っていれば解決されます。ということで、今日の話をまとめると、Ruby 2.3 の頃までは、FATGEM は確かに有用だったんですけれども、Windows 環境でのビジュアル環境が整ってきた、今と Windows でもビジュアル環境が整ってきた今、現状では、FATGEM を使わなくてもよくなってます。ということで、今までお世話になりました。FATGEM。さよなら、FATGEM をやめていきませんかという話をしました。ということで、コードのストーが FATGEM をやめようという話をしました。ありがとうございました。